はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、リップルや SEC 関連の最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。SEC が取引所バイナンスを訴訟、公式ツイッターで見解を表明ということで、バイナンスの方がですね、SEC からですね、訴えられました。でですね、バイナンスのね、独自トークン、BNB トークンがですね、一気にですね、この訴訟が発表されてから下落してですね、かなり、相場の方が荒れている状況になっております。で、今回はですね、題目としまして SEC の主張、あとはバイナンスの主張、で、あとは著名者のですね、見解についてもですね、共有の方をしていきたいと思いますので、見ていただければと思います。まず SEC の主張としまして、公式ツイッターの方でですね、表明の方がございました。こちらになります。米国証券取引委員会、本日当社はバイナンスホールディングス、バイナンスとともに、バイナンス US を運営する、米国に拠点を置く関連会社もですね、および、関連会社 BAM トレーディングサービス、とおよびその創設者である、ジャオ・チャンポン氏ですね、ジャオ・チャンポンを、様々な証券法違反で、告発しましたということで、こちらですね、リンクの方も共有の方をしております。こちらですね、全文、翻訳しますとちょっと長くなってしまいますので、割愛してですね、重要なところだけピックアップしております。全文見たい方はですね、今回の動画の概要欄の方に、今回の動画の元記事の、この僕の動画の元記事のリンク貼っておきますので、そちらからクリックしていただいて、この SEC のところをクリックしていただきますと、全部の方を見ることができます。で、こちらが内容になります。SEC、バイナンスの事業者と創業者のジャオ・チャンポン氏に対して13件の告発を行うと。SEC はジャオとバイナンスが公には米国の顧客がバイナンス .com での取引を制限されていると主張しながらも、実際には JAO とバイナンスが自らの管理を破って、高額資産を持っている米国の顧客がバイナンス .com プラットフォームで取引を継続できるよう秘密裏にコントロールしていたと主張。SEC はまた、JAO とバイナンスがプラットフォームの顧客資産を管理し、JAO が所有管理するシグマチェインと呼ばれる事業体を含め、顧客資産の混合や、顧客資産の流用を許可していると申し立てていますと。また、本訴訟では連邦証券法の重要な登録関連条項の違反も告発していると。バイナンスと BM トレーディングは無登録の国内証券取引所、仲介業者及び生産機関を運営している。バイナンスと BM トレーディングはいわゆる取引所トークンである BNB、いわゆる安定コインであるバイナンス USD、特定の暗号融資商品及びサービスとしてのステーキングプログラムを含むバイナンス自身の暗号資産を無登録で提供及び販売したこと、あと、バイナンスと BM トレーディングによる未登録の国内証券取引所、仲介業者、生産機関の運営に対する管理者としての JAO について、JAO 氏について説明していますと。で、また SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長は13の告発を通して我々は JAO とバイナンスの事業体が詐欺、利益相反、開示不足、計算された法の回避の広範な網目構造を行ったと主張していると述べましたと。で、未登録の取引所、仲介業者、生産機関、コロンビア特別区、連邦地方裁判所に提出された SEC の訴状は、少なくとも2017年7月以降、バイナンス .com 及びバイナンス .us が、JAO に支配されている間、取引所仲介業者、販売業者及び決済機関として運営し、米国の顧客からの取引手数料から少なくとも110億ドルの収益を得ていたと主張していますと。SEC の訴状では、1、バイナンス .com に関して、バイナンスは取引所仲介業者、生産、機関として登録すべきだった。2、バイナンス .us に関して、バイナンスと、BM トレーディングは取引所として生産機関として登録すべきだった。3つ目、BM トレーディングは仲介業者として登録すべきだったと主張。また SEC は JAO がバイナンスと BM トレーディングのそれぞれの登録違反に対して管理者としての責任を負うと主張していますと。
で、暗号資産の、無登録の提供及び販売として、SEC は BNB、BUSD、および、シンプルイアンと BNB ボルトで、として知られる暗号貸出資産の、暗号貸出製品の未登録の提供及び販売でバイナンスを告発。さらに SEC は BM トレーディングをバイナンス .US のステーキングサービスプログラムの無登録での提供及び販売で起訴。訴状では BAM のステーキングプログラムで、米国の顧客がステーキングしていた資産をバイナンスが密かに管理していることも指摘。米国投資家がバイナンス .com にアクセスすることを制限しなかったこと。SEC の訴状では JAO とバイナンスは BM トレーディングがバイナンス .US プラットフォームを独立して運営し、米国の顧客はバイナンス .com プラットフォームを使用できないと主張することにより、米国の連邦証券法を回避する綿密な計画の一部として、2019年9月に BM マネージメントと BM トレーディングを創設したとされていますと。訴状によれば実際には JAO とバイナンスは米国法人の実質的な関与と、支配を維持し、舞台裏では JAO がバイナンスに指示して多くの高価値の米国顧客がバイナンス .com に引き続きアクセスできるようにし、隠していたとのことですと。ある例では、バイナンスの最高コンプライアンス責任者が同僚に私たちは米国で許可されていない証券取引所として運営されているとメッセージを送っていますと。で、あと、投資家の誤解を与えたということで、SEC の訴状によると、BM トレーニングと BM マネージメントは、バイナンス .US プラットフォームの暗号資産取引量における操作を、検出し、防止するための市場監視とコントロールのありなし及び適正さについて、バイナンス .US の顧客及び株式投資家を欺きました。さらに、本訴訟では、バイナンス .US プラットフォームの主要な非公開のマーケットメイク取引会社であるシグマチェイン、同じくジャオ氏が所有が行った戦略的かつ標的を絞った大掛かりな資金洗浄取引は、BM トレーディングが市場監視と管理について行った発言の虚偽性を示すものであると主張していますと。これが SEC の主張になります。対して、バイナンスの主張ですね。バイナンスに関しても公式ツイッターの方でですね、コメントされてます。SEC の訴状に対する当社の対応ということで、こちらもね、リンク載せておりますので、こちらからですね、内容の方を見ることができます。内容の方こちらになります。米国証券取引委員会が本日、緊急措置と称する是正措置を求めてバイナンスに対して告訴を提起することを選択したことには遺憾に思っておりますと。当社は、当初から、SEC の調査に積極的に協力し、彼らの質問に答え、懸念事項に対処するために懸命に取り組んできましたと。つい最近私たちは調査を解決するために交渉による和解に達するために広範な誠意ある話し合いを行ってきましたと。しかし私たちの努力にもかかわらず、本日の申し立てにより SEC はその過程を放棄し、代わりに一方的に行動して訴訟を起こすことを選択しました。私たちはその選択に落胆していますと。私たちは SEC の申し立てを、真剣に受け止めていますが、緊急措置は愚か、SEC の強制、捜査の対象となるべきものではありませんと。私たちは自社のプラットフォームを強力に擁護するつもりですと。残念ながら SEC が私たちと生産的な関わりを拒否していることは、デジタル資産業界に必要とされている明確さと指針を提供することを委員会が誤って意識的に、拒否していることのもう一つの例に過ぎませんと。本日の措置は、同様の訴訟に直面している他の暗号プロジェクト同様に、同委員会がこの活発で、複雑な技術に求められる思慮深い、微妙な取り組みではなく、強制執行や訴訟という鈍器で規制することを決定した一連の例のうちの一つであると。特典のトークンやサービスを一方的に証券とすることは、たとえ米国の他の当局が管轄権を主張しているものであっても、こうした問題をさらに悪化させるだけですと。おそらく最も残念なのは SEC の行動が金融イノベーションとリーダーシップの世界的な拠点としての米国の役割を損なうものであるということですと。デジタル資産法は世界の多くの地域で未整備のままであり、執行機関による規制は最善の道ではありませんと。効果的な規制の枠組みには協力的で透明性のある使用深い政策関与が必要ですが、SEC はその道を放棄しましたと。そして明確にしておきたいのは、バイナンス .US プラットフォーム上のユーザー資産がこれまでに危険にさらされているという主張は全くの間違いであり、職員が捜査を実施するのに十分な時間があったことを考えると、SEC による行動の根拠付けは全くないということであると。
バイナンス及びバイナンス .us を含むバイナンスアフィリエイトプラットフォーム上のすべてのユーザー資産は安全であり、当社はこれに反するいかなる申し立てに対しても精力的に勉強してますと。むしろここでの SEC の行動は、他の規制当局から管轄権を急いでしようとする取り組みに役立っているように見え、投資家は SEC の優先事項ではないようだ。当社の規模と世界的な知名度により、バイナンスは現在、米国の規制上の、網引きの真っ只中に巻き込まれやすいターゲットとなっていますと。これらの展開に基づくと、ここでの SEC の目的は決して投資家を保護することではなかったように思われますと。もしその目的が本物であれば、バイナンス .us プラットフォームの安全性とセキュリティを実証するために、スタッフは事実関係や、我々の努力に、資料深く関与していたはずですと。むしろここでの SEC の本当の意図は、見出しを飾ることにあるようだと。私たちは、米国及び世界中の規制当局や政策立案者と協力し続けるつもりですが、それは正しいことだからですと。そして、バイナンスは重要な消費者保護を実装及び確保しながら、次世代の暗号通貨規制がイノベーションを確実に促進できるよう、生産的な取り組みに引き続き取り組んでいきますと。で、バイナンスは米国の取引所ではないため、SEC の行動の範囲は限られていると。それでも私たちは米国のデジタル市場参加者とともに SEC の最近の行き過ぎに対して反対しており、法の範囲内で全力で戦う用意がありますと。私たちは業界パートナーと協力して、この重要なテクノロジーを誤った訴訟から守りますと。そして私たちはお金の自由を促進するという、当社の中核的価値観に忠実であり、安全で信頼できるプラットフォームをユーザーに提供するためのたゆまぬ努力を続けていきますということですね。これがバイナンスの主張になります。で、それについてですね、著名者の方もいろいろコメントの方されております。で、僕の動画の方でもですね、たびたび紹介の方させていただいております、弁護士兼 YouTuber のジェレミー・ホーガンさんですね。ちょうど2年前、私たちはバイナンストークン BNB に SEC 危険度10点満点中 8.5 点をつけていましたと。そして今、当社はノストラダマスのような顔をしていますと。予言は当たってしまったと。あと、一般ユーザーの方ですね。しかし問題はすべてバイナンス US だけ、米国のね、US だけではないのでしょうかということで、これに対して、アメリカニュースチャンネル FOX のビジネスのですね、ジャーナリストであるエレノア・テレットさんですね、この訴訟が誰に適用されるのか混乱があるようですと。バイナンス US だけでなく、バイナンスと CZ、ジャオ・チャンポン氏 CEO ですね、に関してもですと。これに加えて、しかし、ここで使われている文言は、バイナンス US とバイナンスの両方で取引されているトークンを対象としているようですが、この中には、これが含まれるが、これに限定されるものではないということで、他のコインのための選択肢も残していますと。だからそこにリストされている以外のね、コインも指摘される可能性を残していると。で、さらにですね、SEC が、バイナンスの訴訟で XRP をセキュリティトークン、有価証券として挙げなかった理由について、いくつかの問題がありますと。私の法律関係者の何人かによると、それはいくつかの理由のうち、1つ、または全てである可能性がありますと。1、SEC は矛盾した判断のリスクを避けたいのですと。だからバイナンスとね、バイナンスも訴えて、リップルも訴えてますから、その両方でね、話したところに対して、各々でね、矛盾が発生する可能性があると。だからバイナンスでこう言ってたのに、リップルに関してはこう言ってるとかね、そういったものを避けたいと。あとは、すでに他の訴訟で、リップ訴訟で扱われて言及されているのになぜこの争いにまた XRP を投入して、証拠開示の問題を引き起こす可能性があるのかと。あとは、リップルが勝てば、一般市民、今ね、略式判決中ですので、これでリップルが勝てばですね、一般市民、議会、マスコミの目から見て、SEC のバイナンスに対する訴えを戦略的に弱める効果がありますので、そのリップルとバイナンスのね、因果関係っていうのをつなげたくないようですね。というような感じで、エネロテレットさんの周りの法律関係者の方はですね、このようなことをですね、見解をしているといった形になります。
で、さらにですね、体の創設者、チャールズは SEC が証券トークンとしてエイダも記載していると、バイナンスを訴えたことに反論していますと。彼はエイダには特に言及することなく、この訴訟は米国でチョークポイント2.0を実装するための一連のステップの次のように思えると述べていますと。これがチャールズ・ホスキンソンさんのね、エイダの創設者の、コメント、ツイートになります。バイナンスに関して130ページ以上ありますが、米国でチョークポイント2.0を実施するための一連のステップの次のステップのように思われますと。で、チョークポイント2.0とは何かと言いますと、米国政府がですね、特定の業界の米国銀行サービスへのアクセスを制限するという考え方で、要はブロックチェーン技術、暗号通貨業界に、米国銀行サービスとのね、提携だったりとか、そういったサービスをね、アクセスを制限するんではないかといったね、考えをですね、いろいろ過去ですね、言及のされています。で、最終目標は、一握りの巨大銀行と提携した戦略的な CBDC で、金融生活のあらゆる側面を端から端まで管理、支配することです。だから国がね、デジタル通貨として、銀行と提携して、それもブロックチェーン技術っていうのもね、支配したいと考えるところが、目標ではないかと。で、規制関連事象っていうものは、法律や指針の遵守について議論する場面ですと。この出来事は暗号通貨の存在とそれが象徴するものに対する政治的な哲学的不一致であるように思われますと。選挙で選ばれたわけでもない人たちが自己主権的なアイデンティティ、自分の財布を持つこと、自分の経済活動をコントロールする自由といった概念を大衆から取り除いて少数の熟練した人たちに与えるべきだと決定したのですと。正直なところ、今起きていることは何にも新しいことではありませんと。自由と権威主義の戦いはプレイヤーや技術、言葉が違うだけでいつも同じですと。しかし今回の出来事は業界全体が分断された性質を捨て、常識的なルールやガイドラインのために団結し、米国は1980年の長期休暇を思わせるような悲惨な状態に陥るのを防ぐ絶好の機会であるように思いますと。で、1980年っていうのはですね、ちょっと僕の方でもね、詳しくはないんですけども、ウィキペディアの方でですね、引用しますと、どうやら小説のようで、1984年っていうタイトルのものでね、1949年に刊行したイギリスの作家ですね、ジョージ・オーウェルさんって方が書いた小説で、全体主義国家によってですね、分割統治された近未来世界の恐怖っていうのをですね、描いている小説のようです。で、それを引用してですね、コメントをされてまして、で、もっと言いたいことがありますが、私たちは大丈夫ですと締めくくりますと、エイダ創設者ね。この業界には明るい未来が待っているということでコメントのされてました。ということで、バイナンスね、世界最大の取引所の方が、日本にもですね、SEC の手がね、伸びていったといった形で、あとね、今まで、コインベースとかも訴えられておりますが、リップルの方もね、引き続き略式完結の方ですね、進んでおります。で、僕の方ですね、毎日情報の方を追っております。で、バイナンスも付け加えてね、訴訟の方をされてしまいましたので、こちらに関してもですね、僕の方でまたですね、日々情報の方を追っていきたいと思います。で、今ですね、僕の方では、リップル関連、SEC 関連、あとフレアネットワース関連、あとソルジェニック関連ですね、あとコアリウム、イノシス関連もですね、すべて海外の方から情報の精査してまとめております。動画の方もですね、できるだけ毎日配信できるように頑張っておりますので、よかったらまた別の動画もですね、見ていただければと思います。また質問に関しても受け付けておりますので、動画のコメント欄、概要欄の方にですね、僕の公式 LINE のリンク貼っておきますので、何か気になることとございましたら、そちらの方にご連絡いただきましたら、僕の方でご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安さん流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE
LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方にすべてね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。